皆さんこんにちは、なつきです。本日は学術変革のお二人、富谷先生と樺島先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうがっつり理系トークをしてもらおうっていう回なんですけど、一応私も話の端っこに噛めるくらいのお話に なると嬉しいなと思いつつ、でも楽しいこと話してください。はい。先ほどね、統計力学についてだったりとか、機械学習についてお話を伺ってきたんですけど、そもそも統計力学に興味を持ったきっかけだったりとか、学部時代の思い出とか、そういうのがあれば聞きたいなと思います。じゃあどっちからいきますか。いや、樺島先生からで。そうですかね。はい、そうですね。一番やっぱり印象に残っているのは総転移かな。わかります。総転移です。わかりますか。水と氷とそれ出るんだ。出るんだ。はい。学部のやつで水と氷の総転移をするのは非常に難しくて、やらないんですね。はい、で、出てくるのは磁石の話なんですけど、磁石って金属があって、で、それが鉄とか、ニッケルとか、で、そういうものが磁石になるんですけど、なんでなるか知ってます？なんでなのかは知らないけど、くっついたり離れたりしてます。そうですね。はい。で、ところがですね、あれは、すごく温度高くしていくと、実は磁石じゃなくなります。鉄だと760度ぐらいだったかな。だからそのぐらいになると、磁力がなくなるんですね。温まってしまうと、熱々になると、磁力がなくなってしまうと。くっつきもしないし、反発もしない。それで冷やし直すとどうなる？それはやり方によるんですけど、あれですよ、うまくやれば磁石に戻るし、うまくやらなかったら、そのままバラバラになってる。それなんでかなっていうことなんですけど、それは昔から物理学者が、興味持っていて、で、行き着いた、結論というのがですね、まずその現象自体は総転移、それが総転移なわけですね。水が氷になるとか、ああいうのと同じなんですけど。それもでも総転移でいいんですか？じゃあ聞きたいのが、水とか氷っていうのも、うまくやらないと、水に戻らないとか氷に戻らないってことがあるんですか？非常にいい質問で、氷は凍らせ方によっていろいろ変わって、氷のなんとかっていう名前がいっぱいついてて、氷100種類あるんですけど。アンミカさん。そう。そんな感じでめっちゃいっぱいあって、多分分類って僕が知る限りなんか新しいのが見つかったりするぐらい難しい話で、氷の場合は普通温度しか変えないので、気液というか、気液とあと固体化に変わるの普通のやつしかない。でも見た目上では同じ。それ難しい問題ですっごい細かく見たら違うけど。そうなんです。なんかまず総転移を定義するために層をどう定義するかっていう話があるんですよ。で、どうやってやるかっていうと、結晶になったりすると、その結晶をちょっと回したときに、どれぐらい変わりますかっていうのを角度で特徴づけたりとか。どれぐらい変わるっていうのは何が変わる？例えば五角形と六角形って、回したときにどれぐらい回すと元に戻るかっていうのが違いますね。だからそんな感じで氷のこいつは何度、氷のこいつは何度みたいな、大体そんな感じで分けれるんですけど、で、それが変わるところを総転移とかって言うんですね。なるほど。なんかビューッと押していくと、こう六角形に並んでたやつが、五角形はないんだけど、五角形になるとか、そんな感じでガシャンって変わると総転移っていう。そうなんだ。その状態を私たちは水と呼んだり、氷と呼んだり。水の場合は、結晶構造がなくなるところを水っていう。今まで規則正しく氷って規則正しく並んでるんですけど、規則正しくなくなっちゃって、バラバラな状態を水と呼ぶ。気体になった状態っていうのは非常にいい質問でうまく答えられない気がする。気液は難しい。そこら辺難しいです。気液は難しい。たださっきの磁石の話も、あれも何をもって磁石っていうかっていうのによるんですね。だから我々が見るようなマクロな磁石みたいなの作ろうと思うと、すごくうまく調整しないといけないし、いやもっとミクロなところを見て、ミクロといっても中間、あるサイズのところで、じゃあこれ磁石みたいになってたら磁石というのかとかですね。いろいろありますと。
なるほど。で、磁石っていうのはどうしてそうなってるんですか？それがですね、要は、まあ、いろいろ考えていくとですね、原子っていうの、またミクロのやつにもよるんですけども、のレベルで磁石になってるんです。もともとのその磁石になる金属は。で、それが全体として揃っている向きが。たくさん集めた時にですね。磁石って N 極 S 極ってあるじゃないですか。で、それ向きを持ってるんですね。で、その向きが全体的に揃ってる状態が、磁石ともまあ大まかに言えばそうなんですね。で、相転移をしていて、こうになると、実はそれがバラバラになるんですよ、向きが。バラバラになる。で、その原因は何にあるかというと、熱です。温度が、高いと、熱の、まあ、ランダム性っていうんですかね。あれが激しくて、鉄のこの磁石同士は、原子同士は揃いたいなと思ってるんですよ。思ってるんだけども、このランダムにこう外から力が強すぎて揃わない。ところが、それが、温度をこう下げていくと、まあ、ノイズの力、ランダム性っていうのは弱まってきて、もともと揃いたいなと思っている力の方が勝って、磁力が生まれてくると。まあ、そういう感じなんですけど、これ面白いのは、すごくたくさん原子はある。で、そのたくさん性があるので、すごく急激に変わるんです。だらだらっとこう、磁力がなくなるんじゃなくて、本当に瞬間的にスッとなくなるんですよ。で、ここがなんか不思議なところで、これもアイズディファレントになるんですけど、たくさん揃ってくると、なんか、もう磁石になってたやつが、磁石でなくなったりとか、磁石じゃなかったやつが磁石になったりとか、そういうのが出てくると。で、これを説明するのに統計力学が使っていて、そう、物をたくさん集めると、やっぱ、理論が単純化するというか、温度を変えるだけでこうガクンって変わるっていうのは、そのさっきの話で気体の話とかで、一個一個はニュートンの運動方程式とかいう話がありましたけど、一個一個の原子って全部速度と位置を持ってるはずで、1個あったらその速度と位置で6個あるんですけど、6個で2個だと12個っていうことで、例えば1000個あると6000パラメーターで書ける気がするんですけど、6000もいらないんですよ。3つ。3つでいいんですよ。で、3つでかけちゃうっていうのがすごい不思議で、で、しかもそれで温度変えれると全体の磁石の性質があったりなかったりするっていう。本当だったらね、なんか6000個選ばないといけない気がするじゃないですか。いらないんですよ。それが統計力学の不思議。で、そういう想定員を知ってからというか、の面白さを知ってから統計力学の世界にのめり込んでいった。まあ、のめり込むというか、まあ面白いなと思って、やっていったら、これ合ってるな、自分の感性に合ってるなと思って、まあそっち側に行こうかなっていうふうな感じで思いましたね。それが大学生、学部時代。いやいや、大学院とかかな。だからまあ大学院のところに進学するときに、まあそういう方向性で選びますから、まあ、あともう一個、統計力学って、実は対象が物理じゃなくてもいいんですよ。有名な教科書に久保良吾先生の教科書ありますね。あれ、まあ、はじめはイントロみたいなの書いてあって、第2章からで始まるのかな。はじめの話題が経済なんですね。お金の話になっている。ので、まあ、それが象徴するように、別に、物理じゃなくても広がりがあるなっていうのがあって、で、それで研究室選んだんですね。うん。で、ところがですね、またこれ、あれなんですけど、個人的な話です。個人的な話。私自体、実は大学院の時は、そんな、いわゆる、私がやってるのは、今やってるのは統計学やってない。はいはいはい。やってなくて、実は、統計的機械学習をやってました。実は。なるほど。やっていて、はい、で、パラメーターの数も1個だけのやつをやってたので、本格的にやってるのは、大学院修了してからですね。なんか、それはなんか、川島先生の中で、なんか、頭の中で繋がったとか、そういう。要するに、まあ、大学院出た後、まあ、働かないといけないわけですね。まあ、そうですね。で、その時に、結局大学院物理に行っていながら、統計的機械学習をやっていた人だったのですよ、私。もうすでに学習物理学感が出てるんですけど、その時点で。で、その時に、まあ、コンピューターサイエンス系の学会とかも行ったんですよ、実は。その当時ね。で、その時にですね、全然テイストが違うんですよね。やってる、そのやり方の。
結構物理ってアバウトじゃん。まあ適当ですね。ですよねまあ3倍違ってもまあいいかみたいなのおおらかな。オーダーでね、オーダーで波線香書いたりしてるわけですよね。まあこう平均したらこう合うしみたいな、なんかそういうざっくりとしたそうそう。感じですね。で、ところがね、機械学習系っていうのはメインなところっていうのは、コンピューターサイエンス、数学なんですよ。で、数学って、物理と数学の違いって、傍から見たらあんまよくわからないところありますよね。そうです。両方とも式使ってるしっていうのはあるんだけど、やってる本人からすると全然違っていて、数学のやつって結局、仕事をするためにはプルーフなんですよね。証明しないといけない。で、証明になってないやつっていうのは存在しないんです、彼らは。まあそういう文化だったわけですね。で、私だから、物理で育ちながら、物理のところに行って、統計的機械学習をやってたわけですけども、やり方が全然違っているので、これやと生き残っていかれへんなって。まあなんか具体例とかってあります？なんかどれぐらい違うのかあんまりよく分かってないんですけど。僕がやってたのは、こういう問題だっていうのをやりますか？じゃあ、じゃあ講義を。すっごい単純な問題。これ消そうかな。こんな単純な問題を考えましょう。一次元。で、こうなっていて、どんなのかというとですね、これ入力 X。で、これ何やらしてるかというと、出力というのがあって、なんか X 入れると Y が出る。だけど Y はプラス1かマイナス1です。ですね。で、確率的に出ます。で、これは1-p の y イコールマイナス1の x。x 入れると1が出るかマイナス1が出るかです。で、その確率を書いたのはこれです。条件付き確率ね。で、仮定としてこれは右に行くほど上がり上司。です。大きな X を入れた方、大きな X 入れた方が1が出やすい。出やすいっていうことですね。で、ここで当て問をします。どうするかというと、ここでちょうど半々になる位置を当てたい。ただし、これ分かっていると簡単。まあ、式分かってれば簡単。解けるし。ただし、仮定として単調に増加する。右にほど上がるんだけど、関数形が分からない。なるほど。どうすればいいでしょう。それの一般論を組み立てたいということですか。何でもいいから当ててって。そんな図を書く以外には思いつかないですけど。いや、だから答えとしては、X に対して1はこっち出やすくて、こっち側だとマイナス1が出やすい。それだけ。で、連続性は仮定しよう。で、ちょうど半分になるところは求めたい。どうすればいいでしょう。ちょっとこれ答えられないと恥ずかしいやつですか。で、考えたのはね、こんなんだったんですよ。例えばランダムに X のデータが出てきますと。そうするとヒストグラム作ればいいよね。そうですね。でヒストグラムを作って、で、それ割合がちょうど2分の1になるようなところでピッと。そうすると、誤差が出るわけですけども。短冊に区切っていくのね、こうやって。データが来てきたら、それでその割合みたいなのを書いていって、だからなんかブラックボックスがあって、そこに X をダーって入れてって、プラス1マイナス1を X ごとに記録しといて、それを積み上げろと言ってますね。で、そうするとデータ数が、これ一様に出ると思って、N の時にどのくらいの精度で当てれるか。っていうことを考えると、実はですね、結構面白くて、これがズレなんですけど、これ本当の値ね。これ本当の値0にしようかな。これです。本当の値の2乗の、平均、ズレの2乗の平均っていうのが、データ数の、普通はデータ数分の1になるんですよ。これが3分の2乗になるんですよ。そんな変なべきが出るんですか？これはだから物理学者はこういうの楽しいんですね。いや、わかりますね。いや、なんかこれすごいマニアックですけど、なんかこういうのって、なんでこんな変なべきが出るんですか？いや、これは
説明すると長くなってこれ走るんですけど。確かに。まあこれはこんなんなるんですよ。ほんで、ところがですね、私はこれ考えて、加速できないかと。はあ、なるほど。より少ないデータで誤差を減らしたい。誤差を減らしたいと。どうするのがいいかなと思ったわけです。はい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 。で、で、じっと考えてたんですね。で、まあ、風呂なしのアパート住んでたので、銭湯に行って頭洗いながら考えてたんですけど、で、その時ふと思いついたことがあって。いいエピソードだ、これ。どういうことかというと、はい。ですね。これはランダムにデータが来ているんだと。はいはいはい。でもよく考えると、自分でこう答えを探索することもできるだろう。答えというか、だからデータを取りに行くこともできる。さっき言った話です。まあ、以前言った話で。要は自分で選べる、質問ってクエリーって言うんですけども、クエリーでやると加速できるんじゃないか。なんか分からないなと思うところを重点的にやるとか、そういうことですか。で、そういうふうなことを考えて、どういう質問がいいとか、わかります？それは、どうだろう。いや、わからないな。なんか瓶を貯めていくわけですけど、その貯めてった時に、一番怪しいところっていうんですかね、なんかその境界のところを探したいから、さて多分最初はスイープするしかないけど、スイープしてって、なんか切り替わってそうなところを重点的にバーってやると、精度が上がるような気はするんですけど、そういうことではない。まあ、いい感じだけど、私が考えたらそうじゃなくて、もっと単純なことを考えたのね。で、どうするかというと、こんなことをします。これ、まあ、t っていうのはまだ質問の回数を表すとしましょうと。今のやつ、もうこれは推定値だとしましょうと。その時に質問をどっかにする。して、1が返ってきたらば、それはおそらく今のポジションというのは2分の1よりも大きいところにあるでしょう。だから、こっち側に行くのね。なるほど。それはそうですね。で、次に、マイナス1だったらおそらく、まあ、高い確率で、今度は自分は左の方にいるんでしょうと思って、こっち側に。というわけで、単純に、こうする。これ t 回目の時に返ってきた質問で、これどこで聞くかというと、今思っているところ、今のこの半分のことを思っているところで聞くんです。聞いて、プラスだったらば左に。なるほど。で、マイナスだったら右に行け。そういうことをするんだけど、そうするとフラフラするじゃない。そうですね。なので、ここにステップサイズといってアルファってしといて、これを時間とともに下げる。なんかアニリング的にこうビューって下げてって、徐々にこう振れ幅をちっちゃくしていくっていう。っていうことを考えて、で、これ結構面白いのは、こうするでしょ。こうすると、これ確率的なので、もう専門家なんで言いますけど、ランジュバンライマックスになるんですよ。なるほど。で、こういうのっていうのが、そのフォッカープランク方程式というのを使ってやるとですね、まあ、計算可能なんですね。で、これのスケジューリングまで出るんです。だから最適なスケジューリングでどういうふうにこれをダンプさせていけばいいかが数式で決まってしまう。分かって、で、実はこれをするとですね、どこまで加速できるかというと。前を向きましょう。すいません、ちょっとホワイトボードに向かって話してしまう。はい、ちょっと真剣になって。はい。いや、視聴者の方聞きたいかもしれないですけどね。めっちゃ、すごい来るかもしれないですけど。めっちゃ真剣になってる。いや、まあ、こういうのでやっていって、これをまあコントロールするわけですよ。そうですね。で、コントロールの仕方によって、実はこれの収束が変わるのね。で、なんかこれでやりますと、これなんかだんだん式が見えにくくなりますけど。ギリギリかな？ギリギリか。なんかこんな感じになるんですよ。これが、まあ、ある程度、どうやったかな。いろいろあるんですけど、ここがなんか変わるんですね。なんかこんな感じ。なんか、それはなんで変わるんですかね。アルファ t っていうのを、なんだったかな。これを、まあ、例えば t 分の a みたいにこうしておくと。で、これでうまくこう係数を設定しておくと、この t 分の1になるんだけども、実はこれが小さすぎると、これよりもっと悪化します。
ああ、なるほど。でなんかこんな感じのやつがいろいろ出てくるんですね。なんかこれ忘れましたけど、なんかここのべきをなんか変えておくとまた違うのが。なんか異常な、なんだろう、なんだかクリティカルというんですかね。なんかそういう振る舞いが出てくるんですね。で、こういうのをやって、一応学位論文なんですけど、私の。いい話だ。こうなんですけど。いい話だ。で、いや、その、銭湯で頭洗いながら、思いついたやつで学位論文出るのものすごい良い。なんだろう。効率的なのはすごいわかります。わかりますか？調整してる感すごいありますよ。だから聞いてるからね、聞くと、いい感じと、だから無駄打ちが少なくなるので、で、まあ今回の研究課題とも通じるんですけど、で、まあこういうのをやってたわけです。で、ふと、これでまあ、就職も一応できて、よかったと思ったんだけども、結局思いつきでしょ、こういうの。まあ、アイデアというかね、まあそう。で、で、果たしてこれでやっていけるのかなっていうような気は、まあちょっとそれは気持ちはわかりますね。これで、あとですね、まあ、例えばこういう解析をするときに、我々はここが、まあ、ランダムに、ちょっと見えにくいですこれランダムに出てきますから、こういうのってね、ランジュバン方程式に、まあ、ある種近似をして、で、それでフォッカープランク方程式に出してきて、で、こういうの出しますっていうのはスッとするわけですが、まあ、物理では、やる。でも、コンピューターサイエンスではまず、そういう近似していいのか。っていうのはあるんです。まあ、ある種物理屋は直感的に牛を9にするみたいなことやっちゃうから、そういうことで、これを、じゃあランジュバンだと思って解いて、で、この項を落として計算できるようにしましょうとかやっちゃうんですけど、そういうのしないんですね。で、むしろそこのところがちゃんとうまく、いきますよと保証する方が重視されるんですよ。で、僕はそんなのあんましたくなかったので、あんま楽しくなかった、そういうところは。で、だからこういう話をしてるわけで、じゃあこれはまずいから、やっぱりこのフィールドでは物理でやるのはあかんのかなっていうふうに思ったんですね。ところがですね、それが、まあ、ある時機会があって、半年ほど外国出たとこがあって、で、そこでやっぱりなんか外国出た時になんかしなあかんなと思っていろいろやってたんだけども、で、ふとこう、今度はバスでこう帰ってたんですけど。おー、またいいエピソードが来てる。いや、すごい大切な。で、この2ヶ月ぐらいだってなんか、なかなかアイデアないなと思ってふと思ってたんだけども、これは、この、物理でやってないところで、物理的な方法でやる方が、実はいいんではないかと。まあ、確かに。で、要は何かというと、結局我々って、まあ、あれですよね。人と違ってなんぼっていうところがあるの。まあそうですね。みんな同じことをするんだったら研究者こんなにいらないですからね。普通はなんか多数派になった方がいい感じみたいに思うんだけども、実はそうではなくて、マイノリティゲーム。で、マイノリティで駆逐されたらあかんんですけど、でもそうじゃなくて、マイノリある程度認められたらマイノリティである方がいいんです。フロンティアしていけるみたいな。競争相手もいないし。そうですよね。確かに。戦略としてね。で、じゃあ、そしたらもう、とことん物理の方にこだわってやってやろうと思って、まあ今に至った。なるほど。そのためには、やっぱり、ある程度、人ができない、スキルみたいなのがやっぱ必要なんですよね。はい、で、まあ、統計力学のこういう話、まあ、これじゃない、これはまあ簡単なすぎるんですけども、まあ、スピングラスという話があって、その時はなんか、ちょっとだから私が大学院生ぐらいの時から、実はそのスピングラスというふうな変な磁石の話があってですね、それを、この機械学習の方の、まあ、だいぶ牧歌的な話だったんですけども、に応用するっていうのがあって。西森先生とかの、ああいう感じの話ですかね。もっと、なんというかな、もっとへんてこなやつがあるんですよ。なるほど。知らない話かもしれない。そう。で、それはね、すごいなんかね、計算がめちゃめちゃするやつ。はい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 。じゃあ、そっち側やるかって。で、大学終わってからスピングラスの話始めて。スピングラスって何ですか？磁石なんですけど、スピンって磁石のことですね、今の。スピンって磁石なんです。ミクロの磁石なんですけど、それが、ランダムにインタラクションしている。
インタラクションって言い方あれだな。鉄っていうのは同じ向きに向きたがるっていうのがあるんですけど、実は、違う物質だと反対向きに向きたがるっていうのがあるんです。だから隣のスピンが、隣同士がいたときに、同じ方向を向きたがるっていう風なやつが、まあ磁石になるような物質。で、この原子でこのスピンっていうのを持っていても、反対向きに向きたがるようなやつもあるんです。それは、なんで決まるかというと、原子間の距離っていうので、実は同じ向きに向きたがったり、反対向きになりたがったりというのは決まるんですね。それが同じ原子であっても。それは RKKY 相互作用っていうね、あるんですけど、まあまあ、それはいいとして。距離によるんですね。距離によるんですね。で、それがですね、どういうことをするかというと、例えば、金とか銅って磁石にならないじゃないですか。はい。あれは、原子レベルでスピンがないんです。だから、原子の磁石になってないんですね、原子レベル。ああ、そうなんですね。いくら集めてもダメなんですね。で、そこにね、ドロドロにとかしとくわけです。しといて、で、ちょっとだけ鉄を混ぜるんですよ。で、それで急に固めるんです。ジュッてこうするわけね。で、そうすると、銅の中に鉄がランダムにこう、ポチポチポチで入るような、そういうのができます。そうすると距離によって、同じ向きに向きたがったり、反対向きに向きたがったりっていうのが出てくるんですね。で、こういうのがスピングラスってやつで、何が違うかというと、フラストレーションっていうのが起こる。難しいやつですね。そうです。なんか、なんか多分三角形のよくある図を書くと分かりやすい気はするんですけど。ちょっと書いてもらいます。じゃあ、なんか書けるかな。だから原子があって、まあなんか結晶構造になってる場合を考えます。ちょっとあんまり正三角形っぽくないですけど、で、これそれぞれが磁石になってるので、まあ普通上向きか下向きかって言い方をするんですけど、これでいいのかな、で、こうなった時に、まあ、全部隣に揃いたいっていうやつだったら、ここは一発で決まるわけですね。上に行きたいと。で、問題は、上に決まるわけですけど、問題は逆向きに向きたいってなる時に、じゃあ、例えばこうなってたら、あれなのかな、これどっちに合わせればいいかがわからないみたいな。こっちに行きたくなんか、まあ2択なんで、なんかこれはどっちにしようっていうフラストレーションがたまるので、フラストレーション。まあストレスがたまるんですけど、こいつ板挟みになっちゃってかわいそうなやつなんで。人間関係を如実に合わせてますよね。でも直感としては、でもそれはちょっと話が違くなってくるかもしれない。磁石をこう近づけたときに、オセロとかを近づけたときに、なんか、でもどっちでもない動きをするときそれがだからそうなってるやつなんですよ。それがそうで、こういう風なの理屈というかをこうあれなんですよ。まあ解き明かすような理論っていうのがあって、でそれはスピングラスの理論っていうやつで、実は2年前だったかな、ノーベル賞はこれなんですね。スピングラスの理論。そうでしたね。で、ちょうどまあ、そういう人たちが、その機械学習とか脳のモデルみたいなやつにそれをアプライしてて、で、それがすごい、その計算がものすごいめんどくさいんですよ。で、これだったら、まあ、機械学習の人たちも多分わからないだろうし、競争力つくかなと思って。着眼点がすごい。いや、もちろんその当時はノーベル賞とかじゃない話じゃないですか。でもまあ、多分それでやるのが多分いいのかなと思って、まあでもずっと機械学習という風なんで来るんではなくて、で、まあでもそうやってやると結局まあ言ってたその似てるっていうのがね、よく見えてくるんです。物理のそのスピングラスの理論っていうやつは、実は物理の中でちょっと特殊なんですね、あれって。で、それが実は、なんていうかな、ベイズ推論っていうのがまああるんですけど、それ機械学習でよく使ってますね。はい。条件付き確率。わかるかな？いや、最近高校で実は習うようになったんですよ、あれ。そうですか。はい。条件付き確率をうまく、こう、分析する理論になってるんですね。スピングラス理論は。で、普通の統計力学は条件なしの
確率をハンドリングする話なんですね。で、機械学習実はやっぱり条件付き確率。なぜかというと、なんかデータを学んだ後どうするか。だから条件がデータっていう条件があって、それに対して推論をするとか、そういうやつになっているので、割と条件付き確率で書かれてるんですね。で、それと、このスピングラスっていうのはどうやらすごく、体系として似てる。で、面白いのは条件付き確率の分析とか解析するのは難しいんです。難しいんだけど、スピングラス理論は割とシステマティックに全部できる。まあ、やり方が確立してるんですね。あ、これいいなと思って。この技術使えるんじゃないかっていう。で、見渡すと情報科学だ、機械学習に限らず、情報科学の情報通信とか、まあ他にもあるんですけども、いろんなもの。それってほぼそっくりなんですよ。構造が。でもやり方は違ってるのね。彼らのところは、伝統的に数学重視でやってくるので、飛ばない。飛ばない。ああ、なるほど。で、一歩一歩論理を積み重ねて、ゴールに精密にたどり着くという。で、私はだからそういうの苦手で、苦手で、それよりは、まあ、エイヤーでやって、こんな感じっていうので、結果先出てくるのが好きで、まあ、これ厳密にないですけどっていうふうな。だから定性的にまず作って線を引いてしまうみたいな感覚ですよね、きっと。でも、だからそういうのが、伝統分野では受け入れられないんだけれども、伝統的なやつのそのやり方に沿っていたらね。だけど、いや、これは、そうじゃないことをする方がいいのだということに、ふと気づいたというか思った。バスの中で。バスの中で。バスの中でね。でも面白い。やっぱ一貫して類似性に興味があるというか、モチベーションになっている感じですよ。そうですね。聞きたいこと聞けました。なんか随分こっちの話すいません、なんかランジマンとかめっちゃワクワクしてしまって。いや、もともと僕物性理論やっていて、物質科学とかの出身で素粒子に移って、その後機械学習やってるような、なんかそういうランジマンモーションみたいな人なんですけど、ランダムに動いてるんですけど。なんか今回機械学習周りで物理をやっている人たちっていう。人たちにね、すごく話を聞いてきたんだけど、なんか何がきっかけで機械学習に興味を持ったかとか、一緒に研究をするようになったかっていうのが、それぞれ違ったので、すごい面白いですよね。なんかそうですね。統計力学との類似性っていうのは僕は勉強するとき、機械学習を勉強するときに非常に役立ったという感じがしていて、多分世代的に多分後だから、割ともう道が整備されてたんで。ああ、そうかな。なんか割と辞書というか、これとこれはこう、いや、勉強するときには川島さんのいろいろ、なんか書いてるのを読ませていただいたりしてたんですけど、まあそういうのとかで、抗体をついてるんだって言って、後を追っかけて。はい。いや、今日のこの話は非常に開拓していった側の先生は。そうです。いや、まあ別に開拓ってことなんですけども。じゃあもうなんかまだ話足りない感じはしますけれども一旦ここのあたりではい、おしまいにさせていただきましょうか。ありがとうございます。ありがとうございました。